どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、プレコという生態はご存知でしょうか？プレコにはいろんな種類がいて、愛好家も多くいる人気な生態なのですが、大型になることから飼育する場合は大きい水槽が必要になってきます。20センチ以下で収まる種類もいるようですが、中にはマックスサイズで1メートルを超えるプレコも存在します。まあ、愛好家の方からしたら1メートルなんて簡単にはいかないし、プレコも言うほどでかくならないよって感じですよね。30センチから50センチくらいの生態が大きいか小さいかは、小型魚メイン飼育者と大型魚メイン飼育者とでは認識の差がありそうです。個人的には60センチ規格水槽以内の水槽だと20センチいかない生態がギリギリ飼育できると思ってるんで、それ以上になると大きい魚だなって思います。プレコ自体はフォルムもかっこいいし、オトシン好きな自分からすると通じるものがあって惹かれはするんですが、どうしても大きくなる問題が出てきちゃうんですよね。この動画を作るにあたっていろいろな種類のプレコの最大体長を調べたんですが、人気のプレコであるインペリアルゼブラプレコが最大体長10センチ程度って知ってびっくりしました。それなら飼育できるかなとも思いましたが、糞の量もすごいみたいですし、レイアウト水槽だとプレコはやっぱり難しそうなんで、ベアタンク水槽を用意した方がいいんでしょうね。というわけで今回は、そんなプレコの中でも最小だと思われる生態を導入していきます。超可愛くてお気に入りの生態になったので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速導入していこうと思うんですが、いつもの開封から。ただ、今回はよく利用させてもらっているアクアライズやペットバルーンではなく、九州のショップから通販で購入しました。初めて通販で購入するところだったので若干心配だったんですが、無事に届いてほっとしています。生態を通販で購入するといつも届くまでビクビクしてるんですけど、自分が利用するショップはどこもしっかり届けてくれるんで、そんな心配は本来いりません。だいぶ生態導入してきてるからそろそろ慣れろって言いたいんですが、やっぱり届くまではドキドキしちゃいます。同時にいくつか種類購入しているんですが、すべて試着なしです。あとはいつも通り開封していき、種類ごとに水合わせしました。ちなみに毎回水合わせは点滴法でするんですが、今回は種類も多かったので手動で水合わせを行ってます。というわけで今回紹介する生態はこちら、ボルネオプレコです。価格は1匹480円。今回は2匹購入しました。一度店頭で見かけてから可愛いなと思っており、ようやくお迎えすることができて嬉しいです。欲しい生態ってその時に買わないとなかなかその後巡り合えないんですよね。やはり生態も一期一会。環境さえあればビビッときた時に買った方が良さそうです。ボルネオプレコはインドネシアのボルネオ原産の旧流域に生息するコイ科の仲間です。ボルネオといえばブセファランドラが有名ですが、こんな生態もいるんですね。生息域にはもしかしたらブセファランドラが生えてる可能性もあるので、ブセ水槽に入れると環境再現できて楽しそうです。ちなみにコイ科の谷登り赤ということで、実はプレコとは異なります。南米プレコに非常によく似た姿をしていることからプレコという名前が付けられているようで、谷登り赤は日本で土壌科に含まれるため、どちらかといえば土壌の仲間です。以前紹介したタイガーヒルストリームローチとフォルムが似てますよね。あっちは何かか忘れましたが、旧流域に適応するフォルムに進化していったことを考えると禁煙種なのではないかと思います。ボルネオプレコは最大体長5センチ、適正水温22から26度、水質は弱酸性から中性、餌は人工飼料や藻類を食べます。
餌に関してはどちらかといえば藻類がメインになるようで、人工飼料の場合は結構時間をかけて慣らしていかないといけないようです。ここら辺は個体差が強いと思うので何とも言えませんが、あまり苔が生えない安定した水槽だと別途で餌をあげた方が良さそう。また、溶存酸素量が多い環境が好きということで、必然的に高水温に弱いです。飼育自体は難しいと聞くことはありませんが、餌と水温には気をつけたいところですね。性格はそこまで強くありませんが、若干同種間で小競り合いがあるそう。ただ、小型ということもあり、混泳する生態はそこまで気を使わなくていいと思います。繁殖に関しては例がなく、具体的な方法は分かっていないので、増やすことは難しいです。ちなみに、分類がはっきりしていないため、流通名がボルネオプレコでもいろいろな模様の個体がいます。基本的に茶色い体色の上に白いスポット模様が乗るものが多いようですが、映像に映っている1匹の個体は見ての通りストライプ柄です。柄が違うのは厳密には違う種類なのかもしれませんね。というわけで導入していきます。いつものように興味津々なグッピーたちが餌と勘違いして寄ってきてますね。こういう壁面にへばりつくタイプの生態は自分からはほぼ出ていかないので強制的に出しました。以前のタイガーヒルストリームローチは水面に上げても全くプラケから離れようとしませんでしたが、ボルネオプレコは比較的すんなり出ていってくれました。導入直後の映像がこちら。やはりタイガーヒルストリームローチと似てますね。丸いヒレが4枚ほどついており、吸着力が半端なさそうです。また、オトシンクルスと違って顔が平たく横長なので、相対的に口も大きい気がします。ちょうど真ん中に見える赤い点のようなものは心臓ですかね。呼吸と一緒に脈打ってるように見えます。なんかスケルトンっぽくて面白い。観察中もこのように壁面にへばりついていることが多く、ベアタンク水槽でなければどこかしらの壁面にくっついてそうです。ちなみに水流が強い水槽で飼育する場合は、その流れに逆らって泳ぎ、飛び出し事故が起きる可能性があるので注意が必要。自分の場合、導入して3ヶ月以上経過していますが、飛び出し事故もなく平和です。というわけで、導入3ヶ月目の映像がこちら。ちょうど CO2 ディフューザーのキスゴムにへばりついてて正面の顔が見えました。なんかずっともぐもぐしてて超可愛いですよね。この角度めっちゃ好きで、いつも映像を見ながら台本を作成しているんですが、ずっとリピートして見ちゃってます。おまけに顔付近のヒレが手のように見えて愛嬌抜群です。マジで可愛くて悶絶級なんで、ぜひ一度実物を見てほしいですね。この ZOZO スーツのようなスポット模様と相まって愛くるしさが爆発してます。ちなみにドット模様は顔周りはすごく小さく、胴体部分は結構大きなスポットになってますね。これは個体差もあると思うので一概には言えませんが、チャームポイントの一つだと思ってます。この水槽は結構壁面に茶苔も発生していたんですが、ボルネオプレコを入れてからは壁面の苔も増えるスピードが落ちました。オトシンクルスも仕事してくれますが、こちらの方が若干壁面の苔掃除は強い印象があります。しっかり比較したわけでもない体感の話ですので確証はありません。急流域に適したフォルムと口の大きさから馬力があるのは確かです。小柄ながらせっせと仕事をしてくれる可愛いやつですね。ちなみに自分は飼育している生態には基本的にブラインシュリンプをあげているんですが、その給仕中に超可愛い映像が撮れたので視聴者さんに特別にお見せします。本当は自分だけの秘蔵映像にしたかったんですけど、皆さんが見たいかなと思ってお裾分けしてあげることにしました。これはブラインシュリンプを吸致して数分後の映像で、遊泳力の低いブラインが低床付近に落ちています。
観察してなんかいつもと違う行動をしてるなと思ったら、ご覧の通り低床に落ちてるブラインをもぐもぐしてるんです。藻類が主食で草食性が強いと思ってたんで、まさかこんなにパクパクブラインを食べてるとは思わずびっくりしました。おまけにブラインを口に含んで咀嚼するときは、なぜか顔を上に上げて食べるんですよ。マジで可愛くないですか？おそらく口が下についているためブラインが食べづらいんでしょうね。泳いでるブラインを口にダイブさせるためなのか、咀嚼してる時なのかは定かではありませんが、犬みたいで好きです。ヤマトヌマエビが闊歩している中、果敢に攻めてブラインを探している姿は見てて飽きませんね。こうやって給餌した後の行動って生態の種類ごとに違うどころか個体差が結構出てくるので、しばらく眺めちゃいます。気づいたら給餌に30分かけてたりするんで、気をつけないといけないですね。というわけでいかがだったでしょうか。食事シーンが超可愛いし、壁面も掃除してくれるし、小型で飼育しやすいしで、自分の好みドストライクな生態でした。最近はいろんなアクアショップで見かけることがあるんで、入手性も悪くないと思います。小型水槽メインでプレコみたいに大きくなる生態は飼えないけど、プレコみたいな魚を飼いたいって人にはおすすめです。個人的にはストライプ柄も可愛いですが、どちらかといえばドット模様の方が好みですね。模様に関しては個体差が結構あるので、店頭で購入する場合は自分好みの模様を選んで買うのも楽しいかもしれません。価格もそこまで高くなく、2、3匹なら手が届く範囲だと思うので、見かけた時はぜひ購入を検討してみてください。底物系の生態は総じてチャーミングで愛嬌のある仕草をしてくれるので、愛好家が多くいるのもうなずけますね。コリドラスやプレコが愛される理由がよくわかります。このボルネオプレコに関してはそのどちらでもありませんが、可愛さなら負けないと思うので、今後もボルネオプレコを推していこうと思います。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。